皆さんこんにちは、チャッキーです。今回はね、目玉焼きの作り方を紹介させていただくんですが、もうかなり有名な作り方なんですけどね、まだ知らないっていう方もねいらっしゃると思います。なのでね、今一度紹介したいと思います。もうテレビなんかでもね結構放送されてねめちゃくちゃ有名ですがね、このコツとポイントを守りながらね目玉焼きを作っていただくとね、びっくりするぐらいね濃厚なね卵黄の美味しさを味わえるね本当に美味しい目玉焼きになりますんでね、是非一度作ってみてください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。はい、今回はね目玉焼きなんで卵1つ使います。味付けはねシンプルに塩コショウでいきたいと思います。やはりね目玉焼きっていうのはね人それぞれね食べ方にこだわりがありますんでね、もう塩コショウのみがいいっていう方やね、醤油垂らすだけもしくはソースだってねいろいろあると思いますんでね、もしよかったらねお好きな食べ方コメント欄の方に一言残しておいてください。今回はねあるコツを2つ守るだけでね驚くほど美味しくなるんでね、まずそのコツを紹介していきます。はい、まずはねボウルを用意してください。卵っていうのは卵黄がね卵白に包まれて守られている状態です。そしてねこの卵黄はむちゃくちゃ衝撃に弱いので、まずは優しくねできるだけこの低い位置から卵をねボウルに割り入れてください。この時ねそーっとできるだけ衝撃を与えないようにねボウルの方に割り入れていきます。はい、そしてねこの卵フライパンで焼いていくんですが、産みたての卵っていうのはね卵黄の方に水分が少ないのでね旨味が強く濃厚な味わいになるんでね、まずはこの卵黄の方からねそーっとフライパンに入れてね焼いていきます。それがねポイントの2つ目です。1つ目は卵黄にできるだけ衝撃を与えない、そして卵黄から焼いていく、そして水分をね飛ばしちゃうっていうことですね。それでは早速焼いていきます。はい、まずはねフライパンの方にね薄く油を塗っておいてください。ここでこってり油を塗っちゃうとね卵黄を入れた時に浮かび上がってね形が変形してしまうので薄く塗っておいてください。そうしましたらまずはねフライパンを中火ぐらいでね温めていきます。今回のねポイントのね衝撃を卵黄に与えなくね卵黄から焼くっていうことをね守っていただいたら、どのような焼き方をしても大丈夫です。片面焼きにしても蓋をして蒸し焼きにしても OK なんでね、卵黄にできるだけ衝撃を与えないでください。はい、そしてねこちら卵フライパンの方が温まってきましたら、そーっとねこういうスプーンやレンゲなんかですくってください。そしてできるだけフライパンスレスレに、はい、こんな感じでのせますね。まずはこの状態で軽く温めて卵黄の水分を飛ばしちゃいます。この卵白と卵黄一緒に入れちゃうとやっぱり卵黄の底にね卵白がひっついて水分がなかなか飛ばないので、もうこれは難しくなりますんで、まずは卵黄のみねお好みの火加減で焼いてください。卵白の方は後から周りにね流し入れていく感じです。私はね半熟が好きなんで、もう軽く卵黄が焼けて水分が飛んできたらね卵白をすぐ入れちゃいます。こういうセルクルがあるとね綺麗に丸く焼けるんでね、セルクルを入れて周りに卵白を流し入れてください。はい、こんな感じでね綺麗に焼いていきます。私はこのままね中火から弱火ぐらいの加減で卵白がね固まるぐらい焼くのが一番好きなんでね、このままじっくりと焼いていきます。もう卵黄はね半熟が大好きなんで、もちろん蓋をしていただいても構いませんしね、お水を周りに入れていただいても構いませんよ。私はもうこのままいきます。もう皆さんの大好きな食べ方ぜひコメント欄に残してください。目玉焼きはね皆さんマジでこだわりが強いんでね。はい、こんな感じ。もう卵白がね少し固まってきて卵黄もまだ生のまま、この状態が私は大好きなんでね、早速食べてみたいと思います。はい、綺麗に焼けましたんでね、もうセルクルの方は外しました。あとは器に盛り付けちゃいましょう。見てこの卵黄もプリップリ、めちゃくちゃうまそうちゃいます。
ほんとね、卵黄に衝撃を与えない、これがね美味しい目玉焼きを作るねポイントなんでね、ぜひ覚えておいてください。そして私はね、もう塩コショウガリリンチョと、この辺はお好みの加減でいいですよ。お醤油なんかもいいですね。はい、これでね完璧です。今までとね一味違った卵黄のね美味しさが楽しめる目玉焼き完成です。はい、もう卵黄もプルンプルン、めっちゃうまそう。それではいい感じやん。この卵黄がとろっと流れ落ちるのが最高っすよね。これを卵白に絡めて今日もいただきます。濃厚でうますぎる。いや、やっぱこの作り方やったらね、卵黄の美味しさが全然違いますわ。口当たりが違う。マジでうまい。ちょっとめんどくさいですけどね、卵黄にできるだけ衝撃を与えないでね、そして卵黄から焼く、この卵黄に含んだね水分をしっかり飛ばすことによってもうむちゃくちゃ美味しく仕上がりますんでね、もしこのやり方を知らなかった方はね、ぜひ試してみてください。めちゃくちゃうまいです。目玉焼きの美味しさがねちょっと3段階ぐらいレベルアップすると思うんでね、ぜひやってみてください。はい、ということでね、今回は目玉焼きをむちゃくちゃ美味しく仕上げるためのね結構有名な作り方ですが、そんな作り方コツとポイントを紹介させていただきました。これでねもう朝食なんかにむちゃくちゃおすすめの美味しい目玉焼きが作れますんでね、ぜひ皆さんも試してみてください。今回は以上となります。最後までご視聴ありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。